はやぶさのコックピットに乗り込もうとしている男。AI で当時の色を再現してみる。この男はピーゴ11マスタングを日本軍で初めて撃墜した。その2日後、右足を吹き飛ばされた。だがヒノキは義足で空に戻った。終戦まで飛び続けた。撃墜数12機、義足のエースと呼ばれた。加藤はやぶさ戦闘隊の一員だった男、日野木与平。今日の動画はこの男の物語です。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。日野市ゆ P。 AI で色を入れてみる。1919年、徳島県三鴨町に生まれた宮本武蔵と真田幸村に憧れ、小学校から剣道を始めた。池田中学校を出ると陸軍士官学校予科に入った。航空兵を志願したが、一次試験で病気のため不合格になった。普通ならそこで諦める。だが日野木は二次試験を受け合格した。この諦めない性格が後にこの男の人生を決めることになる。飛行台64戦隊のパイロットたち。 AI で色を入れてみる。1940年6月、日置は陸軍航空士官学校53期を卒業した。同期には小林照彦がいた。後に244戦隊の最年少戦隊長となる男だ。日置は飛行第64戦隊に配属された。満州の東京城酒井頼大尉の下で猛訓練を受けた。満州の厳冬の中、基礎から叩き直される日々だった。加藤立夫、64戦隊の戦隊ナー。 AI でカラーにしてみる。加藤はやぶさ戦闘隊として映画にもなった伝説の舞台だ。日野木は加藤の下で戦った。加藤は1942年5月22日、ベンガル湾上空で戦死した。ブレニム爆撃機を追撃中に対空砲火で被弾した。加藤の死後、64戦隊は後継者たちが支えた。日野木はその中核の一人だった。そして後に加藤の物語を本にまとめることになる。飛行場に並ぶはやぶさの列戦。 AI で色をつけてみる。一式戦闘機はやぶさ64戦隊の主力機だった。軽量で機動性に優れていたが、防弾装備はほとんどなかった。武装は 12.7 ミリ機銃つて、重爆撃機を落とすには心もとない。だがはやぶさはパイロットの腕次第で恐ろしい力を発揮した。日野木はこの機体で開戦から片足を失うまで戦い続けた。ブレニム爆撃機。 AI でカラーにしてみる。イギリス空軍の総発爆撃機だ。1941年12月8日、太平洋戦争が始まった日、マレー半島スンゲイパタニ上空にブレニムの編隊が現れた。日野木は両機と共に攻撃し、一機を撃墜した。開戦初日に初撃墜を記録した。64戦隊の南方作戦が始まった。日野木はこの日から3年半にわたる空戦人生を歩むことになる。バッファロー戦闘機。 AI で色を入れてみる。12月25日、ラングーン上空でバッファロー戦闘機を撃墜した。クリスマスの日の空戦だった。連合軍はマレーやビルマにこの機体を大量に配備していた。はやぶさに比べると鈍重だったが、それでもパイロットの腕次第では手強い相手だった。この頃の64戦隊は開戦の勢いそのままに快進撃を続けていた。ハリケーン戦闘機。
AI で色をつけてみる。1942年1月31日、シンガポール上空でハリケーン2機を撃墜した。シンガポール陥落直前の激しい航空戦の最中だった。ハリケーンはバッファローより手強い相手だった。速度も火力も上だった。だが、ヒノキは2機を仕留めた。開戦からわずか2ヶ月で4機を撃墜。だが、ビルマ戦線が長引くにつれ、敵の質はさらに上がっていく。ビルマの日本兵たち。AI で当時の色を再現してみる。1942年、64戦隊はビルマ前線に本格展開した。パレンバン航空撃滅戦、ジャワ航空撃滅戦に参加した後、ビルマに移った。ビルマの空は激しかった。敵の機体は進化していった。スピットファイヤー、P318、そして P511。スピットファイヤー、ビルマ戦線の後半に現れた強敵だ。速度も上昇力もハヤブサを上回っていた。開戦初期のバッファローやハリケーンとは次元が違った。64戦隊のパイロットたちは日ごとに厳しくなる空戦を戦い抜いた。敵の質は上がり続け、味方のベテランは減り続けた。それでも64戦隊は飛び続けた。前線で整備を受けるハヤブサ。AI で当時の色を再現してみる。1942年4月10日、ロイユイング上空で空戦が始まった。ヒノキのハヤブサに21発の弾丸が命中した。ハヤブサは軽量で機動性に優れた戦闘機だったが、防弾装備はほとんどなかった。21発という被弾数は本来なら致命的だった。ヒノキは死を覚悟した。帰れないと思った。だが機体は致命的な損傷を免れていた。操縦はまだ可能だった。満身創痍のまま、ヒノキは基地に帰還した。1ヶ月の入院を要した。21発被弾して生き残った。この経験が、後の視線をくぐり抜ける力につながった。加藤立夫、AI で色を入れてみる。1942年5月22日、ベンガル湾上空だった。加藤はブレニム爆撃機を追撃していた。対空砲火で被弾し、機体は炎に包まれた。加藤立夫戦死。64戦隊にとってそれは父を失うに等しかった。加藤が育てたパイロットたちはその後も戦い続けた。ヒノキもその一人だった。加藤の意志を継ぐ中核の一人として。インガラドン飛行場の写真。終戦後の降伏調印の時の写真だ。AI で色を入れてみる。1942年10月、ヒノキは明けの飛行学校で指揮官コースを受講した。半年の訓練を経て、1943年3月、第3中隊長として64戦隊に復帰した。加藤の死後、部隊は新しいリーダーたちの下で戦い続けていた。ヒノキは中隊長として撃墜数を着実に積み上げていった。ビルマの空では新型の P511 マスタングが姿を見せ始めていた。そして1943年11月、ヒノキの人生を変える2日間がやってくる。P511 マスタング、1943年11月25日、歴史的な日だった。ラングーン上空で墨の中井の機体に P511 が後位から攻撃をかけた。だがヒノキたち4機はそれよりさらに上空にいた。敵が味方を狙っている瞬間を上から叩いた。教科書的な空戦機動だった。ヒノキが撃墜したのは米陸軍第311戦闘爆撃軍の指揮官だったハリー・ミルトン大佐。大佐は落下傘降下し捕虜となった。敵の軍指揮官を撃墜するという大戦果だった。この日、ヒノキの中隊は P511 を3機、P40 を3機撃墜した。味方の損害はなかった。P511 を撃墜したヒノキは喜ばなかった。これから大変なことになるぞ。新型機の高性能を肌で感じ取っていた。翌日、司令部から称賛を受けた。
だがヒノキの思いは複雑だった。部下たちは連日の戦闘で疲れ切っている。気力だけで戦っている。その気力を混戦の中で次々に失っていく。P511 発撃墜からわずか2日後のことだった。B24 リベレーター AI で色をつけてみる。1943年11月27日 B24 約50機、護衛の P38 や P511 が30機以上、土井編隊がラングーンに来襲した。絶望的な戦力差だった。ヒノキは P38 を1機、P511 を1機撃墜した。さらに海上250キロほど追撃し、編隊から遅れた B24 2機を発見した。そのうち1機を撃墜した。この日だけで3機。だが残る1機の B24 がまだ目の前にいた。P38 ライトニング、護衛戦闘機の一つだ。 AI で色を入れてみる。残る1機の B24 に正面攻撃で突入した。反転してとどめを刺そうとしたその瞬間だった。警報から護衛の P51 の奇襲を受けた。 B24 を攻撃することに集中していた護衛機への警戒が一瞬途切れた。右足に機関砲弾が直撃した。膝下10センチから先が吹き飛ばされた。だが機体の動力系と燃料系は無事だった。飛行は可能だった。 P51 初撃墜の絶頂からわずか2日で全てが変わった。ヒノキ予兵 AI で色を入れてみる。ヒノキはすぐにマフラーで止血した。そのマフラーは普段愛用していたコバルトブルーのものではなかった。出撃前にふと手に取った純白のマフラー。64戦隊の戦隊長明武代少佐の未亡人から贈られたものだった。妙楽少佐は1943年2月に戦死していた。64戦隊のはやぶさ、タイの飛行場で撮影された1枚だ。 AI でカラーにしてみる。失血のため意識が朦朧とし、激しい睡魔に襲われた。30分の飛行の途中、何度も自爆や不時着を考えた。その度に声が聞こえた。戦死した加藤立夫隊長の声だった。こんなところでいかんぞ。基地まで頑張れ。いつの間にか加藤隊長の領機となってピタリと編隊を組んで飛んでいた。ふと我に返ると短期で焙煎上空を飛んでいた。加藤隊長の機はどこにもいなかった。ヒノキはラングーンの基地に帰還し着陸に成功した。さじに寝そべるパイロットたち。 AI で80年前の色を蘇らせてみる。ラングーン、シンガポール、マニラの病院を経て日本に帰還した。右足の弾端形成手術を受けた。陸軍病院でジュラルミン製の音歯の義足を装着した。空中勤務者にとって足は不可欠だった。普通ならパイロット人生は終わりだ。だがヒノキは諦めなかった。航空兵の一次試験に落ちた時も諦めなかった。21発被弾した時も生き延びた。血の滲むリハビリを経てヒノキは操縦復帰を認められた。1944年の映画加藤はやぶさ戦闘隊のポスターだ。ヒノキはこの映画の原作を書いた。同僚の遠藤健忠尉との共著だった。戦死した加藤立夫の物語を後世に残したかった。ヒノキは戦闘機乗りであると同時に記録者でもあった。片足を失ってなお空に戻ったパイロットは世界的にも極めて稀だった。イギリスのダグラス・バーダーは両足義足で飛んだ。ドイツのルーデルは右足義足で飛んだ。ヒノキはその列に加わった。ヒノキ予兵。1944年11月、ヒノキは高松の明野飛行学校分校で教官となった。ビルマ人留学生や外国人学生の操縦教育を担当した。義足で飛ぶ教官。生徒たちは驚いたに違いない。片足を失ってなお空に戻った男が次の世代を育てていた。1945年
1月、ヒノキは結婚した。ビルマの空で右足を失い、日本に帰り、教官になり、妻を得た。だが、ヒノキの戦いはまだ終わっていなかった。五式戦闘機 AI で色をつけてみる。三式線飛燕の液冷エンジンを空冷に乾燥した機体だ。運動性能に優れていた。1945年4月、ヒノキはアケノに移動した。6月、少佐に昇進。共同飛行士団から精鋭を抽出し、飛行第111戦隊が編成された。ヒノキは第2大隊長に就任した。五式戦で本土防空戦に参加した。富士山上空を飛ぶ B29 の編隊 AI で色を入れてみる。1945年、日本本土は毎日のように B29 の爆撃を受けていた。高度1万メートルを飛ぶ巨大な爆撃機。五式戦闘機でヒノキは B29 の迎撃にも出撃した。ビルマでバッファロー、ハリケーン、P511 と戦い、今度は B29 と戦う。開戦から4年、敵は変わってもヒノキは飛び続けた。義足のパイロットが終戦の日まで空にいた。第111戦隊の五式戦闘機 AI で色を入れてみる。1945年7月16日、伊勢湾上空で P511D を迎撃した。ヒノキは20メートルまで接近して射撃した。義足のパイロットが20メートルの超近距離で敵機を撃ち落とした。これがヒノキの12機目の撃墜だった。最後の空中勝利となった。撃墜されたのは米陸軍第5 106戦闘機軍のジョン・ベンボー大尉だった。だがヒノキは喜べなかった。新鋭の五式戦を使いながらも部隊の連携が悪かった。かつての精鋭や明けの戦闘部隊の面影もないとヒノキを嘆いた。戦争末期の人材枯渇を物語る言葉だった。開戦初日にブレニムを落としたあの頃とは何もかもが違っていた。部隊は三木に移動し、第111戦隊で終戦を迎えた。戦後、ヒノキは自らの体験を本にまとめた。紅の翼、そして翼の決戦、帰らざるはやぶさ戦闘隊。加藤立夫の物語だけでなく、自分自身の物語も残した。日野清平は1991年に世を去った。航空宇治衛隊入間基地の修部大記念館には、ヒノキが使用した義足が今も展示されている。ジュラルミン製の恩師の義足。21発被弾しても生き残り、片足を失っても空に戻った男。その証が今もそこにある。日野清平、1919年、徳島に生まれた。航空兵の試験に一度落ちた。だが、諦めなかった。加藤立夫の下で、開戦初日から戦い、加藤の死後は、部隊の中核を担った。加藤の物語を本にまとめ、映画の原作を書いた。P511、マスタングを日本軍で初めて撃墜した。その2日後、右足を吹き飛ばされた。純白のマフラーで止血した。加藤隊長の声に励まされて基地に帰還した。義足で空に戻り、五式戦闘機で本土防空戦に参加した。最後の撃墜は20メートルの超近距離だった。21発。被弾しても生き残った。片足を失っても飛び続けた。諦めなかった男の物語だ。入間基地の州部隊記念館には、ヒノキの義足が今も展示されている。先人たちの犠牲の上に今の平和がある。私たち日本人はこのことを忘れてはいけない。この動画では戦争の記憶を風化させないために当時の白黒写真を AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しい。AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。読み間違いや事実の誤りがあればコメント欄で教えてください。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。もしこの動画が気に入っていただけたら、高評価、
チャンネル登録をお願いします。あなたのご家族やご親戚に戦争を経験された方はいませんか？どんな小さなことでも構いません。コメント欄で聞かせていただけたら嬉しいです。